ここね、新千歳空港なんですが、このね、空港来たらちょっとおすすめのお店がありまして、こちら、ワイン&チーズ北海道鴻農社さんというお店なんですが、まあ、チーズなり、あとね、ワインが買えるんですよ、北海道、ね、結構やっぱ東京とかではなかなか買えないようなワインがいっぱいあるんで、ちょっと見てみましょう。チーズもね、これだけいろいろいいですね。いや、僕だからチーズあんまり分かんないけど、多分結構レアなチーズとかもありそうですね。これだから全部多分北海道のチーズですよね。ニセコのチーズとかね、すごい。いや、だから空港でこれだけチーズが置いてあるとこってなかなか珍しいんじゃないですか。ね、いろいろありますが、で、こちら早速来ましたね、奥尻ワイナリーの、いや、このピノグリが結構おすすめなんですよね。塩味があって、またこの島ならではのワインといいますか、いや、ちょっと奥尻ワイナリー行きたいですね。行きたいですね。ねえ、なかなかハードル高いですか。でまた奥尻のウニがめちゃくちゃうまいって聞いたことあるんで、奥尻のそのウニとこのピノグリとか合わせてちょっと飲んでみたいですけどね。待っておきましょうか。落上さんね、余市のワインもありますし、来ましたよ、キャメルファームの、ピノノワール藤本ビンヤード。木村さんがちょうど対談でおっしゃってた藤本さんです。木村さんの畑の本当すぐ横の畑なんですが、まあ、対談でもおっしゃってましたけど、土作りからきっちりやられてる方なんで、ここのねピノはね、僕飲んだことあるんですけど、まあ、もちろん余市ならではの酸味もあるんですけど、結構果実味もちゃんと豊富というかしっかりしてて、これさブラインドで飲むとブルゴーニュと間違うぐらい、なんかそんなピノノワールですね、こちら。いや、これ美味しかったんですよね。でキャメルファームさんのねドライフレンキッシュとかもありますし、ケルナーも、テンション上がりますね、ここね。で滝沢さんのねワインもありますし、いや、札幌富士のワイナリーもね、いや、これテンション上がるな。いや、ここはね絶対寄った方がいいですよ。だから空港ちょっと早めに来た方がいいかもしれないですね、お帰りの際は。でね、余市ワインもありますし、田崎さんのねワインもこのね名前が入った、いや田崎さんやっぱすごいっすね、名前がめちゃめちゃ入ってる。いや、これは農家さんね嬉しいでしょうね。北島さんのね名前も入ってますし、もうこの辺はね本当に余市の畑でやられてる方なんで、まあやっぱ余市多いですね。うわー、来ました、これセラの中にボンボリ、これね、ドメーヌ・アルビオーズだったかな。これはね、2期なんですけど、余市川の沿いのちょっと高台にあるちょっとちっちゃくて可愛いワイナリーなんですけど、服部さんというね熊本から来た親子がやられてるワイナリーで、その息子さんと、この前ちょっとロケさせてもらったんですが、息子さんがね本当ね、このワイン通りとこのぼんぼりみたいな、なんかね優しい光を放つような人なんです。だからこのぼんぼりっていうワインは、ケルナーなんですけど、なんかね温州みかんみたいな書いてますよね。温州みかんみたいなこう和柑橘のこう優しい柑橘、なんかねそんな感じのワインですね。でこっちがそう、隣がね湯上がりの殿、これはフィールド・オブ・ドリームスワイナリーなんですけど、これは余市の、ねワイナリーなんです。これはミュラーかな、ブドウは確か。これがね本当にお風呂上がりにぴったりな感じのレモンスカッシュみたいな酸味、そう湯上がりでね本当に飲みたくなるような、名前もいいですよね。いいですね。
でこの2つのワイナリーは、二木町と余市町なんですけど、ホテルループという余市町の駅前にあるホテルがありまして、そこのグループが、運営されているワイナリーですね。そうだから結構九州の方が、働いてらっしゃったり、さっきのね服部さん親子も熊本から移住されてきた方々なんで、そうフィールド・オブ・ドリームスの畑は、木村さんの真向かいの畑で、もともと相原さんという方がやられた三木のほとりっていう畑だったんですけど、そこフィールド・オブ・ドリームスなんで、ワイナリーも多分建設中なんじゃないですかね、確かね。あそこでワイナリーも作るとかいう話もお聞きしましたし、そこで作業されてる方も結構九州の方多かったですね。でそうだ、畑でやってた人がそれこそそれもロケでお聞きしたんですけど、そ近所に住んでる人で、そこの道を歩いてたら声かけられて「君もブドウを作ってみないか」って言ってスカウトされて畑やってましたね。なんかそういう出会いというかね、始め方も余市とかにはあるんでしょうね。でニキヒルズのねワインもありますし、相沢農園ですよ、この龍之介。相沢さんはね、山幸っていうブドウを使ってね結構ワイン作ってたりするので、山ぶどうとかね。いやこのね相沢農園も行ってみたいんですよ。で木村さんの回でお話しさせていただいたピノロゼを飲んで、人生が変わったっていう作り手さんがいるって言ってたじゃないですか。そのうちの一人です。この方が確か、それこそお風呂上がりにピノロゼを飲んで、次の日会社辞めてますでブルスさんのとこ行って作り方教えてくださいっつって、だから帯広から岩見沢って相当遠いでしょ。そこを通ってやってますから、ぜひねこの相沢さんにお話を聞いてみたいと、思っております。平川さんのワインもね綺麗に作られてますから、ここはね平川さんのワインはあえて品種を言わないんですよ。だから、このワインが、何のブドウかっていうのは分からないんですけど、それによってなんか土地の味を出したいという、やっぱり品種を聞いちゃうと、そっちに引っ張られて、ソービニョンブランだからこんな味わいなんだろうなっていう感じで飲んじゃうけども、それ言わないことでこの余市の平川さんの畑の土地、その風景を飲んでほしいという素晴らしいお考えで、平川さんのところにも行ってみたいですね。その面白い。いやここいたら本当に飛行機の時間ね逃しちゃいそうなね、そこだけお気をつけください本当に。こっちもあるんだ。すげえ。これすごいっすね。いやこれ写真撮っとこう。携帯置いてきちゃった。いやこれいいっすね。いやいいですねこの地図ね。いいですね。いやだってこれだけやっぱりチーズとワイナリーがあるって、いやこれやっぱ北海道ならではですね。でもそれでも数本取り扱いのみ。じゃあこれ以上やっぱりあるんだ。へえ。こんなに塩味あるんですか。いやこれ何に合うんだろう。ペアリングを考えちゃうけど。牛乳ってこんな美味しいんですか。グラッシーな感じというか、なんでワインでいうとソービニョンブランじゃないけど、切り戻したことによってここのブドウしかなくなってしまったので山田さんのワインとか一人で飲まないようにしてるんですよね。手で潰してどれぐらいかかるんですかその手で潰すって。感性を研ぎ澄ませなさいって言われてて、皆さんの反応とか見てやっぱり、こちらも楽しいですしね。やっぱ作り手さんとかもやっぱ楽しく、自信が持ってるというか、ブドウ信じれるってことなんですかね。そうですね。
ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。